暇じゃない。でも、遺産は取りに行くから。愛情を注いで育ててくれた人の訃報に、次女がそう言い、電話を切る。数年ぶりに聞いたのが、そんな血も涙もないような言葉で、私は娘だとしても、人間じゃない、と本気でそう思った。その次女の性格が、後々自分の身を滅ぼす結果になるとは知らずに、私は52歳、2人の娘のシングルマザー、実家近くの飲食店で働いている。次女がまだ赤ちゃんの時に、夫の不倫が原因で離婚している。離婚後は、私の父が住む実家で、長女と次女の4人でつつましく暮らしていた。父はすでに年金生活をしているが、マンションをはじめ、いくつか不動産を所有しているが、どれくらい収入があるのかはっきりとは知らない。定年を迎えて、夫婦で老後の生活を楽しみにしていた矢先、母が他界してしまったことで、一時期はすっかり元気がなくなっていた。だが、私たちと一緒に住むようになったことがきっかけで、孫の成長が生きがいとなり、元のように活力みなぎる父へ戻ってくれた。それからは娘たちを溺愛して父親代わりをしてくれて、片親ながらも恵まれた環境で娘たちはすくすくと育っていった。無事成長し、次女が成人する頃には娘たちは実家を出ている。話は遡って娘たちが思春期になる頃、長女は真面目でおとなしくも家族思いで優しい子に育った。家事手伝いを進んでしてくれて、遅くまで仕事をする私は大助かりだった。対して次女はというと、要領が良くて愛嬌のある子に育った。大学進学を目標にしていたので、家族全員で応援していた。私も父もあくまで平等に姉妹に接してきたが、次女だけは毎月の小遣いでは足りず、よく父におねだりに来ていた。自分の意思で入った私立高校の学費なども含めて、公立高校へ入った長女と比べても何かとお金がかかっていた。数年後、隣町の会社へ就職し、一人暮らしを始めた長女に対し、大学へ入学した次女だが、勉強そっちのけで遊んでばかり。浪費もどんどん激しくなる次女に、私も父も心配になっていた。おじいちゃん、5万円ちょうだい。また、あなたは、そんなにお金一体何に使ってるの？その日も父にお金を無心してきたので、私は次女をたしなめようとするが、別にいいじゃん。自分磨きだよ。今度友達と旅行して、インスタ映えする写真撮りに行くの。インスタ？そう、写真とかをネットに投稿して、見栄えがいいと世界中の人にたくさん評価してもらえるの。私のスキルアップのためなんだから、お願い、お小遣いちょうだい。本当にあなたって子は、父さんも渡さなくていいからね。まあ、自分の将来のためになると思うならいいじゃないか。父もすぐ甘やかしてお金をあげてしまうのだが、加えて長女を見習うよう促す。でも、家でもゴロゴロしてないで、お姉ちゃんを見習って家事を手伝ったらどうだい？いやよ、お姉ちゃんは家事なんてしてたから学力がなくて大学に行けなかったんでしょ？私はそんな暇じゃないの。次女は学歴で劣る
長女を見下している。そんな次女の言動を父は注意した。ほら、なんてことを言うんだ。お母さんもお姉ちゃんもお前の大学生活を応援してくれているんだぞ。うるさいな。もうお金もらったしいいや。待ちなさい。私と父の言葉も聞かず、用が済むと次女は自分の部屋へ戻ってしまった。長女は実際は大学へ行くには十分な学力があったが、目的なく大学へ行くより働いて家計を助けたいと、卒業後は就職することを決めたのだ。毎月仕送りしてくれているが、私はこっそり長女の口座へすべて入金している。そんな長女を悪く言うことをやめるよう、私たちは何度も次女に言ったが、結局聞く耳を持たなかった。それからも最低限の単位を取得し、遊びほうけていた。そんな次女がある日、彼氏と結婚すると報告してきた。次女は大学も卒業していないし、正直心配でしかなかったのだが、それは初の顔合わせの日のこと。はじめまして、ゆうやと申します。今日はお招きいただきありがとうございます。次女より8歳年上のゆうやくんは、若くして大企業の役員を務めている紛れもないエリートだ。初めて会った時から次女の自分にはない明るいところに惹かれたようだ。最初こそ否定的に思っていた結婚だが、誠実な彼の姿を見て、次女にも夫婦生活を通してまっとうに生きてもらえればと思い、二人の結婚を祝福することに決めた。それからというもの、長女は私たちを心配して、よく実家に来て顔を見せてくれていた。ただ、入籍後すぐ実家を出て、夫婦で二人暮らしを始めた次女からは、全く連絡がなく、こちらからの連絡にも出ることはなかった。それどころか、お盆や年末年始は、ゆうやくんが連絡をよこしたり、彼一人で挨拶に来る始末だ。その時にゆうやくんから、次女が卒業後就職したことや、結婚式を挙げようと考えていると聞いたが、娘本人ではなく、娘婿からそれを聞くのは複雑な気持ちだ。あれだけ愛情を注いでくれた父にすら連絡をしてこない態度は、お金の心配がなくなったら用がないと言っているようで、正直私は次女に対していい感情は持っていなかった。父と二人で実家で過ごすようになって3年が過ぎたある日のこと、仕事中の私のもとに病院から父が倒れたという連絡が入った。急いで病院へ向かうも、父はすでに息を引き取ってしまっていた。医師の話では心不全を起こしたようだ。庭で倒れた父に近所の人が気づいてすぐに救急車を呼んでくれたが、到着した時にはすでに手遅れだったらしい。昨日まであんなに元気だったのに、あまりに急なことだった。私は泣きながら長女に連絡すると、慌てた様子ですぐ向かうと言ってくれた。次女へも連絡はしたのだが、相変わらず出ない。しかし、父の訃報を知らせないわけにもいかず、繰り返し電話をかけた。ようやく5回目の電話で次女に連絡がついたのだが、出るなり次女はこう言ってきた。しつこいなあ。もう何の用？めんどくさそうな口ぶりの次女だが、私は父の訃報を伝えたのだった。実はね、今日おじいちゃんが亡くなったの。急なことだけど心不全だって。忙しいかもしれないけど、実家の近くの病院まですぐ来てほしいんだ。
悲しむだろうな、と思い、慰めの言葉をかけようとする私に、返ってきたのは予想外の返事だった。そうなんだ。でも私忙しいんだ。今から短期で語学留学に行くから無理だよ。思わず固まってしまったのもつかの間、次女の悲しむ様子もなく、会いに来る素振りさえない言動に、私は苛立ちを覚えた。あなたは本当にそれでいいの？小さい頃からずっとお世話になってきたでしょ？今回の留学はキャンセルして。また行くためのお金なら出してあげるから。お願いだから最後くらいは一緒にいてあげて。だが、私の訴えに次女が答えることはなかった。世話になったのはお母さんたちが離婚して実家に行ったからでしょ？恩着せがましいこと言わないでよ。有給も全部使っていくんだから、次いつ行けるかわかんないじゃん。それに、おじいちゃんも孫がスキルアップできるチャンスを潰すことは望んでないでしょ？だからあとは、お姉ちゃんと何とかしといてね。じゃあ、私準備で忙しいから。あ、でも後で、遺産は取りに行くからよろしく。そう言って電話は切れ、私は唖然としてしまった。次女にとって父の存在とは何だったのか、都合よく小遣いをくれる祖父でしかなかったのかと。そんなことを考えていると、長女が到着した。安らかに眠る父の顔を見る長女に、改めて父に何があったか伝えると、長女は泣いた。おじいちゃん、あんなに可愛がってくれたのに、何も恩返しできなくてごめんね。声を詰まらせて泣く長女に、私もまた涙が溢れて、思わず長女を抱きしめた。おじいちゃん、ずっとあなたに感謝してたよ。だから、最後は笑顔で見送ってあげようね。とうなずく長女。それからも長女と私で何度も次女に連絡を取ってみようとするが、結局出ることはなかった。通夜と葬式には長女が協力してくれたが、次女がいないことに気づいた親戚たちは口々に非難していた。私は次女は海外留学中で帰ってこれなかったとこの時はごまかしていた。ところが、次女の婚約者の優也くんが葬儀に参列した時、挨拶をした後に、次女がなぜいないのか聞いてきたことで状況が一変した。妻の姿が見当たらないのですが、こちらに来ていますよね。私も長女も顔を見合わせてしまった。留学のことを優也くんは知らないのだろうか。まさかと思った私は聞いてみた。語学留学に行くって聞いてたんだけど、もしかして知らされてなかったの？ずっと連絡が取れなくて知ってるかと思ってたよ。彼はしばらく考えるように黙り込んだ後、ちょっと失礼しますと言うと、次女に電話をかけていたが出ることはなかった。留学のことは聞いていませんでした。実は最近勉強が忙しいからといって友達の家に泊まったきり家にも帰ってきていなかったんです。結婚式の話もしたいのですが帰ってこないから話が進んでいなくて、実は妻は浮気をしているんじゃないかと思っています。今回の留学のことも事実かどうか疑わしいです。葬儀の場でこんなことを言って申し訳ありませんが。謝る優也くんに長女がこう返した。いえ、むしろ話してくださってありがとうございます。私たちも妹について
何かわかればすぐ連絡しますので、私も長女と同じ考えだとゆうやくんに伝えた。長女も思うところはあったのだろう。世話になった祖父の葬儀へ、堅くなに参列しなかったり、夫に黙って留学すること、現在連絡が取れないこと、すべて浮気する口実とすれば、妙に納得がいってしまうから。父の葬儀から2日が経ち、しばらく休暇をもらった私が遺品整理をしている時のことだった。私のスマホに着信が入る。あ、もしもし。僕、ゆうやの弟の和樹と申します。つながってよかった。何やら焦っている様子だったが、電話の内容は信じられないようなことだった。いきなりの連絡すみません。さっき、兄貴が交通事故にあって、病院へ運ばれました。今は意識不明の重体です。兄貴の奥さんには何度も連絡したのですが、全然つながらなくて。私はすぐそちらへ向かうと言い電話を切り、万が一の時のために長女にもこのことを伝えると合流してくれるとのことだったので、二人でゆうやくんの運ばれた病院へと向かった。病院へ着くと、和樹くんが兄を見守りながら泣いていた。私たちが病室に入ったことに気づくと、涙を拭いて挨拶をする。あ、わざわざありがとうございます。すみません。お見苦しいところを。ゆうやくんの意識は戻っていないようだった。ご両親は医師の話を聞きに行っているとのこと。落ち着きを取り戻した和樹くんは、私たちにぽつりぽつりとゆうやくんの話をしてくれた。次女とのすれ違い気味な結婚生活について悩んでいたこと。浮気の疑惑があったが、次女を信じたいと話していたこと。医師の話では、回復は絶望的だということ。話し終えると、和樹くんがつぶやいた。兄貴、こんなのってないよ。俺、世話になりっぱなしで、何も返せてないよ。弟思いの兄だったのだろう。泣きながらそういう和樹くんの気持ちは、私たちもよくわかる。気持ちわかります。私も数日前そうでしたから。今はお兄さんを信じて、目を覚ましたとき、笑顔で迎えてあげましょうね。優しい言葉でそういう長女に、和樹くんはひたすら泣いていた。ゆうやくんは何度も呼吸が止まっては持ち返し、必死に生きようとしたのだが、目を覚ますことがないまま、ちょうど1ヶ月後に息を引き取った。訃報を次女に伝えようとしたが、やはり出ることはなかった。私たちは今までの感謝の気持ちを込めて、ゆうやくんの葬儀を進んで手伝った。ゆうやくんの葬儀から1週間ほど経ち、週末で休みだった長女が、父の遺品整理を手伝ってくれていた日のこと。長女のスマホに次女から連絡が入った。父が亡くなり、自分の夫も亡くなっているのに、1ヶ月以上も連絡が取れなかった次女。今更何の用かと、私もその電話に聞き耳を立てた。はい？今更どうしたの？そういう長女に、次女は相変わらずな様子でこう返してきた。ああ、お姉ちゃん？今日本に帰ってきてるんだけど、私の分の遺産どうなったのよ。開口一番に金の話をする次女。その態度に我慢の限界だった私は、次女と話すため、長女のスマホを奪い取った。あんた、ゆうやくんにも黙って海外へ行ってたそうじゃない。どういうことか説明しなさい。何？
お母さんもいるの？私は説明したんだけど、あの人が聞き逃しただけなんじゃない？もう一回ちゃんと聞いてみてよ。それより遺産は？私は次女が海外に行っている間に起きたことを怒鳴りながら伝えた。ゆうやくんは事故で亡くなったのよ。この世にはもういないよ。嘘だと思うなら彼の実家に行ってみなさい。え？何言って？どういうこと？何かを言っていたようだが電話を切った。ただ最後の様子だと次女は義実家に行くだろう。和樹くんにこのことを伝え、私たちも彼の実家へ向かうことにした。私たちが先に着いてしばらくして、次女がタクシーに乗って義実家へと着いた。慌てた様子で自分の旦那の家を見ると、号泣しだした。ああ、ゆうやー。本来なら、妻である次女に、みんな同情するのだろう。だが、和樹くんも私たちも、次女に対して冷たい視線を送っている。そんな次女に、私は聞いてみた。あなた今まで何をしていたの？語学留学だって言ってんでしょうが。次女はそう答え、泣きながらゆうやくんの名を連呼し、叫んでいる。あたかも悲劇です、みたいに号泣する次女に、私は本当のことを問う。あんた、本当は別の男と海外旅行に行ってたんでしょ？は？だから語学留学。でたらめなこと言わないで。私が悲しんでるのに、こんな場でなんてこと言うのよ。次女は一瞬固まったが、こちらに反論してくる。すると、次女に対してずっと冷たい視線を送っていた和樹くんが口を開いた。黙って聞いていれば、本当にどの面下げてここに来たんですか？それにほら、お母さんの言ってること、でたらめじゃないでしょ？和樹くんは、次女と知らない男がホテルに入っていく写真や、旅行サイトで2人分のチケットが予約されている画面の写真などを見せる。次女を見ると、涙も引っ込んで、真っ青な顔をしていた。何よ、これ。何って、浮気の証拠でしょ？更新所を使って撮った写真です。ああ、でも、雇ったのは俺じゃなくて兄貴です。あと、兄貴のこと、ATM とか言ってたって報告も来てますよ。なのに仏壇の前で、それだけ泣けるんだから、信じられないです。違うの？はっきりしない次女に、長女も痺れを切らしたようだ。言い逃れできると思ってるなら大間違いだからね。あんなに可愛がってくれたおじいちゃんの葬儀には来ない。挙句、ゆうやさんを裏切って、浮気して海外旅行だなんて、人として最低だね。ごめんなさい。全員から叩かれ、観念した次女は、泣きながら浮気を認めた。そして、次女の1ヶ月間の行動が明らかになる。更新所の調査では、海外旅行は1週間程度だったはず。その後、どこにいたんです？泣いていて、なかなか話が見えてこなかったが、まとめると、浮気相手宅にいたようだ。帰国後、ゆうやくんに電話をかけたがつながらず、4週間いつもの感じで浮気相手と遊んでいたと、こんなことになってるとは思ってなかった、とのことだ。そして連絡してきたのがさっきで、開口一番が遺産の話だったのだから、もう救いようがない。和樹くんは
次女に対して訴えを起こすことを告げた。今回の不倫の件で、あなたを訴えますから。そんな、だって、ゆうやは。ええ、もうこの世にはいません。ただ訴えることはできます。俺たち家族は、兄貴を裏切ったあなたを許しませんし、徹底的にやらせていただきます。そんなお金、私は。再び真っ青な顔で慌て出す次女が、次に吐いた言葉は遺産のことだった。そうだ、遺産。私の遺産をちょうだい。それで慰謝料でも何でも払うわ。ねえ、どこにあるの？そのことなんだけど、実はおじいちゃん、遺言書を用意しててね。あんたには遺産を渡さないって書いてあったよ。生前あんたには一番お金をかけたこと、お金を出すのをやめた途端、寄りつかなくなったことが理由だって書いてあったよ。そんな、当然だと思うよ。人はあんたの都合のいい ATM じゃない。私ももう愛想が尽きたよ。もう絶縁するから、一人で何とかしなさい。次女はその場にへたり込んで大号泣している。和樹くんが出て行くよう冷たく言うが、その場から動こうとしなかったので、結局隣の部屋から様子を伺っていた彼の両親が出てきて、つまみ出されていた。諦めがつき、夜道をとぼとぼと歩いていく次女を見届けると、和樹くんとご両親に挨拶をして、私たちも自供した。私はその後、一人で暮らすには広すぎる実家を手放し、長女と共に新たな引っ越し先で暮らしている。もちろん次女は別だ。頼られても嫌だし、連絡先も変えた。次女はその後、浮気相手とは破局したらしい。相手の男は会社の取引先の社員で、お互いの会社に浮気がバレたことで、社内に居づらくなり、どちらも自主退職したようだ。ゆうやくんのクレジットカードで豪遊していたこともわかり、慰謝料の支払いとともに、彼の家族が返還請求をしているようだ。更地になった実家の跡地を見て、へたり込んでいるところを目撃したと、元ご近所さんが教えてくれたのだが、その様子だと、住んでいたマンションも追い出されたのだろう。最近の話では、夜の繁華街で、やつれた顔に派手なメイクをした次女が、男に声をかけているのを見たという噂を聞いた。母親として気にならないと言えば嘘になるが、自分のしたことを自覚すべきだと心を鬼にして、次女とは距離を取った。ところで、今回の出来事がきっかけで、同い年だった長女と和樹くんが意気投合し、いい感じになっているのが嬉しい。内緒で和樹くんが教えてくれたが、長女に最初に会った時に何か感じるものがあったらしい。最近二人でよく出かけているので、吉報もそろそろかなと思っている。不幸の連続で心身ともに疲れ切ったが、長女の幸せを願いつつも、自分の人生をしっかり生きていこうと思う。